はい、皆さんこんばんは、天音理香です。今日は私の一番大好きな、馴染みのある町に来ています。で、初めてここのホテル泊まるんですけれども、あまりにも景色が素晴らしすぎたので、ここでですね YouTube を撮ってみようと思って、今急遽、録画しています。私あんまり個人セッションって今やってないんですけれども、今日はね久しぶりにやりました。でたまに突発的にね、実は昨日急に募集してで、反射的にこうピッと押してくださった方たちにお会いしたんですけれども、そんな感じで個人セッションね本当に突然やることがあるので、よかったら、概要欄に、メルマガもしくは公式 LINE ありますので登録しておいてください。今日はね東京ですけれども、京都でやったり大阪でやったり、鹿児島に台風で閉じ込められた時にやったりとかね、そんな感じで、予告なく突然やることがありますので、ぜひ、メルマガもしくは公式 LINE、登録をお願いします。はい、では今日ね、どんなことを言ってくるのかなっていうのをまた聞いていきたいというふうに思います。2024年本当にいろんな出来事があって、で今日もねいろいろとお話してたんですけれども、宇宙意識に入っていくっていうことを、すごくこうプッシュされてる人たちっていうのが多いと思います。で去年私もすごいコミットメントしてちゃんと宇宙意識で生きるっていうふうに決めたんですけれども、そういった形でですね、自分自身でどうするのかっていうのを決めてしまうっていうのが実は一番早いです。で自分にはそれはできないとか、あと、何々がしてからこうするみたいなことっていうのはもうとにかく時間がかかる。で、単純に言って私たちには肉体意識っていうすごくこう現実の部分で、いろんなことを感じてる意識と、あと、宇宙意識もしくは魂意識っていうその2つの、総合体が私たちみたいな感じなんですけれども、そのどちらが強く出ているのかによって皆さんの、生活のクオリティっていうのが、変わってきます。そして、これを違った言葉で言うと、肉体意識の方はすごく個人的なんですよね。で、視点っていうところで言うとこれいい悪いじゃないですよ。低いんですよ視点が。要するに低いっていうのはどういうことかというと、例えばここ絨毯ありますけれども、絨毯に寝っ転がってみたらそれこそベッドの足とか机の足しか見えないじゃないですか。それくらいすごく近くのものをすごくクローズアップして見る意識みたいなところがあります。これが高次元に上がれば上がるほど、ベッド全体が見えたり部屋が見えたり建物が見えたりで、今ここは結構高層階なのでこうやって、街全体がね見渡されたりして、ここのベッドの足だけ見ていた景色とは明らかに違うんですよ。それが、意識の転換っていうことになりますので、実際の生活の中で一対一の人間関係とか誰々が何言ったっていうところに、執着しすぎていると、やはりこっち側の肉体意識の方が強い状態で人生を送るっていうことになります。でここが悪いんじゃないんですよ。いろんな感情を感じることは自分の肉体を持った以上とても大切なことなんですけれども、それだけにとらわれていると宇宙が何を自分にもたらしているのかっていうこととか、ここからどんなふうに流れていくのかっていうこういう広い視点っていうのを持つことができません。なので、こういった高いところから見える景色、要するにだから自分っていうものをもっともっと高い視点から客観的にね、自分と同一化しないで見られるような状態っていうのを作っていくことっていうのがすごく大切です。そして2024年においては言動ですね。要するに言葉に出していること、行動していること、これと自分自身の内側の意識っていうのを一致させていかないと、どうしてもちぐはぐな現実を呼び起こすっていうことになります。言葉ってとても強いので思ってもいないことを口にしてしまったりとか、こっち側すごい優しい気持ちなのにあえて汚い言葉を使ったりっていうことをするとその波動域で物事が起こるっていうことになりますので、常にですね自分自身のこの真心というか魂意識の
で感じていることと、頭脳ですね、マインドの方で感じていること、ハートで感じていること、そして実際に自分がどんな行動をして、どんな顔をして、どんな言葉を使っているのかっていうところを、ちゃんとこう意識的に見ていって一本化していくことっていうのはとても大切です。その自分自身の放っている波動が、ちぐちゃぐしている状態じゃなくて、一本化されてクリアであればあるほど、要するに魂意識の、状態に一本化されている状態であればあるほど、工事の流れっていうのが、入りやすくなってきます。それによって人との関係性も良くなっていくし、自分の運も良くなっていくし、結果的にお金が入ってきたりとか、いろんな人との縁とか、それこそ起こる出来事に恵まれたりっていうことが起こってきますので、あんまりね、策を浪したり、あと、言葉巧みに、何かを動かしたりするっていうことに夢中にならない方がいいよっていうことを私も言われています。なのであともう一つね、分かった風なふりをしすぎないこと、口に出して言うのであれば、それを自分の人生を使って実際に行動していくこと、その言動一致みたいなところがさらにですね、今始まったことじゃないですけれども、反映しやすい状態っていうのにどんどん変わっていくよっていうふうに言われています。っていうところでですね、チャネリングをしていきたいというふうに思います。ライトランゲージです。結構ね、今ライトランゲージ喋れるようになってる人たちっていうの増えてますけれども、見えない波動を自分という媒体を通して言語にしていって、でさらにそれを日本語に翻訳するっていうやり方です。これ翻訳ができなかったとしても、その波動域に触れることによって自分の肉体とかエネルギーとか、あとこの部屋の空気とかね、そういったものが変容していきますので、よかったら皆さんも真似してみてください。هذا بعض الأسباب أنت أتيشي بترند وقور بكادة أنتي دي أوت بوسفرانヘメトボートレンテという種ブスプラカネテイビヒデキシクディ。私たちは今日話したいことっていうのが無数にあります。でベスプラウトバケディテイシメコールメカデテイシビティイシプコンメケディ。その中でセレクトして一つお話ししていくと、でベスプラウコーシバカデテイシペケディ。あなたたちの考え方の中に簡単便利、お手頃でベシプロコースペケディすぐたどり着くみたいな発想があるとしたら、改めることをお勧めしますよというふうに言っています。でベシプロコーデケディ、要するにこの短絡思考というものは、皆さん自身がこの人生の中で味わえる、喜びやデバウトプラントボコースペケディ、その、ゆっくりと経験していくことに伴うデバウトプラントボケディ、感動とか食感とか、そういったものを全部削ぎ落とした状態にしてしまいますよ。今からこの先にあるゴール、あなたが望んでいるものですけれども、それにたどり着いた時に得られるであろうものというものを想定して一番近道を走ろうとすると、実は宇宙的な流れとか魂の意図として、このゴールまでの間にあなたにたくさんプレゼントしようと思っているようなギフトや出会いや感覚、それは実は失敗体験も含めてなんですけれども、そういったもの全てが削ぎ落とされてゴールみたいな感じで、そこからまたゴールで終わらないで次のゴールを目指していくっていうことで、常に焦燥感の中で人生を送るということ、要するにだから今この瞬間にある幸せを味わうのではなくて、次のゴールに向かって次のゴールに向かって次のゴールに向かって、この永遠に終わらないラットレースに参加することになってしまいますよっていうふうに言っています。実は人生というものは何かを得るためのレースではなく、例えば、日本人って桜の花とか好きですけれども、その花が、つぼみから芽吹いた瞬間、その芽吹いた瞬間、そこで匂う瞬間、咲き誇る瞬間、そしてひとひら花びらが落ちていく瞬間、その一瞬一瞬の中にある美しさというものを味わうようにできてるんですよっていうふうに言っています。それを、当たり前のこととして捉えてしまうようなあなたの感性が、この
この人生という時間をものすごく味気ないものにしているのではないだろうかというところに意識を向けてください。The best practice、そういった考え方をしていると、それこそこの人生というものがThe best practice、どういうふうに終わるのだろうかとかThe most practice、いつになったら終わるのだろうかみたいなところとかThe most proud practice indicate、もう自分は年を取り過ぎているので、何もすることがない、何もできないといったような発想に取りつかれてしまう可能性があります。でベーシックで、そしてその考えに取りつかれたまま何年も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 、バウトラントでどうでもいいようなことを反芻して生きるっていうことに自分の人生の時間を使い、バウトラケディ、本当の意味でその人生のひとひらひとひら、花びらのひとひらひとひらを味わうようなものではなくなってしまうということが考えられます。でベーシプロコースペカデテシケディ、こういった状態になると、例えば、昨日ね何を食べたんですかって聞かれても全く答えることができなかったり、でベーシプロコースペカディ、昨日着た服の色は何色でしたかっていうことさえももう自分の意識の中に残らないような状態になってしまったり、でベーシプロトバカデシイヌケディ、そういった肉体を持っているからこそ味わえる、五感を通しての快楽や喜びというものにさえ気づくことのできないような人生、これを灰色の人生というふうに言ってもいいんじゃないのかなっていうふうに言っています。でバルファンスポコレベケデチインメコシュケディ、それはイコールあなたの目標を達成するのをやめなさいということを言っているのではありません。でベーシプラウントバカデシミケデシケディ、この世界には時間軸というものが存在していて、でベケディ、種をまいたものが葉を出し枝を茂り実をならせていくのと同じように、でバウスプラカディ、このタイミングみたいなものが存在していて、でベーシプラカディ、このタイミングに上手に乗っていくことっていうのがとても大切なんです。バーフランケディ、そして、花を咲かせる大前提として、メコーシュペケディ、あなたがどれだけそれをめでたのか。マケディ、もちろんね花はあなたがほっといても十分に花開くことは可能ですけれども、でベコーシュペケディ、その成長とともにあなたがベケディ、どれだけ自分の時間を使って寄り添うことができたのか。マウトラケディ、それが関係性というものを築いていきます。これは、花や植物に例えていますけれども、動物との関係や人間関係、仕事との関係、環境との関係、全てにおいてそういったものですよっていうふうに言っています。De bär flashbackかでてエミクシパントボコントバカでてエティシードベケディ、その実ったもの、今この瞬間にあなたに与えられているものを味わうということに時間を費やしてください。でベースプロートバケディ、ちょっと味見して次行こう、次は味見して次に行こう。バートラカで、そういうことを繰り返しているよりは、メコーシュペケディ、この今与えられたものを隅から隅まで味わうことによってあなたの中にエネルギーと命が宿り、バートラカでその命がさらに新しいものを生み出していく瞬間に立ち会うことができるでしょう。でベーコーシュパカデシンエンドマケディ、これが、時間軸というものを与えられたあなたたちにとっての最大のギフトであり、でバウトランカディ、思った瞬間に全てが叶うというものとは一線を画した喜びということになってくるんですよ。メーテボスフランテスペケディと同時に、これからの時代あなたの思考がそのまま一緒にして現実化していくっていうことを体験する人たちっていうのもたくさんいるでしょう。マコシパケディ、それは偶然ではなく、ベーシュスポーコールメケディ、まるでテレビのスイッチをパンって入れればそれが映るかのように、デバースプラカディ、あなたの内面世界と外の世界っていうものがどんどんこう近接していく、密接になっていくっていうことの表れでもあります。バースプラカシケディ、こうした即座に起こる体験によってメコールベケディ、あなたたちは大きな意識変化を迫られているわけです。メトバウスプラカデシミケディ、これが成長していくと多次元意識っていうものに入っていって、一つのことを時間をかけて理解するのではなく、瞬時にしてあらゆる出来事を理解できるような意識の状態、ベトバウスプラカディ、多次元意識へと入っていくということを示しています。
about planter spaghetti これはある意味あなたたちが、昔の時代レムリアとかアトランティスの時代、使っていたテレパシーというものにとても類似しています。でケーシュパケディ、他の人の思念が自分の中に入ってくる。でバウフラケディこれは実は今この瞬間にも起こっていますけれども、でメコーシケディそれを意識的に受け取れるような時代というものが、これから始まっていきます。ベートブロントバカデテイシュケディそのために必要なことはでバウファーカーシュペケディあなたが自分を知り自己信頼をしていくことです。でバウスプランコーシュペケディこれが、今日のね私たちからのメッセージです。はい、っていうことですね。で今私チャネリングしてますけれども皆さんもねチャネリングできるようにどんどんなってくるよっていうふうに言われています。それは、別に珍しいことではないからっていうことになりますね。ヒーリングも普通に誰でもエネルギーを流すことは可能。でベスプラカディミカティ、ともにやっぱり自分自身の意識状態によって、そのつながれるレイヤー領域っていうのは変わってきますので、そこの部分は自己成長とでバースプラウントバコールベケディシンデミカディシパウントバカールメケディシンディシパコールモトバカーデシミティシンデミでベースプラウントバカーレシンデミコールベケディあなた自身がどれだけ未来というか、宇宙意識に対して開いているかっていうところに大きく関わってきますというふうに言っています。はい、ということで、今日は、はい、とても素敵なホテルからお届けしました。またお会いしましょう。なんでお会いしましょうって、はい、すみません。ということで、今日これで終了したいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。本当に感謝しています。はい、今日も楽しい一日をお過ごしください。どうもありがとうございました。マネリカがお届けしました。またね。